おはようございます。よろしくお願いします。かっけえ。もうね、本当マジでね、音もいいし、乗り味もなんかやっぱいいしね、止まんないっすね。じゃあ森崎さんお願いします。はい、よろしくお願いしよろます。しくお願いします。今日はありがとうございます。とんでもないです。来ていただいて、いえいえ。このめちゃくちゃかっこいいナックルをちょっと今日は紹介してもらおうと思うんですけど、何年のナックルになりますか？これは1937年のエンジンのナックルですね。EL ですね。でこれもシールありますけど、ホグで購入したバイクですね。はい、お願いして作ってもらって、はい。これ納車したのはいつですか？これは去年の春4月頃ですかね。はいはいはい。あ、じゃあまだ結構1年ちょっとぐらいっていう感じですか？そうなんですよ。ホットロット出てましたよね。あ、そうですね。そうですねホットロットに出品してもらってそれはどういう経緯だったんですか？最初は知らなくて、あ、はいそうはいはい。で横溝さんが出すよみたいな感じで、あ、そうなんですね。はい、言ってくれて、もともとホグホリックで購入するきっかけは何だったんですか？一番最初に乗ってたチョッパー、長いチョッパー乗ってたんですけど、はいそれが一番最初乗り始めで、はい。ファンショベルなんですけど、うんそれ乗ってる瞬間からもうナックル欲しくなっちゃってかっこいいなと思って、はいね、ホグホリック、厚木の先輩とかがうん紹介してくれて、うーんで買わしてもらう感じになって。なるほどなるほど。そうなんですね。パンショベ自体はどれぐらい乗ってたんですか？ 3年ぐらいかな。あは結構じゃあ乗ってたんですね。い、そうですね。もうバイク屋を選ぶっていう時点で結構ホグ一択な感じだったんですか？そうですね。横溝さんの方にナックルの時はお願いしますっていう話を最初の方にしてたんで、はい。もう一択でしたね。このスタイル自体ははい。もう完全にお任せって感じですか？厚木の先輩たちがやっぱこういうエイプとうんかこういうスタイルで乗ってるのかっこいいなと思って、うんうんうん。で横溝さんの方にもとりあえずこれでっていう感じのみですね。でお願いしてっていう感じです。うんそれでもうこれが出来上がったわけですね。そうなんですよね。このバイクで一番気に入ってるとこどこですか？いやー結構全体的に気に入ってるっすけど、やっぱそうっすね。フロントフォーク、フロントフォーク、あとこのタンクですかね。タンクですよね、はちょっとどっちもお話聞きたいんですけど、はいはいはい。タンクはこれピーナッツですか？このワッなんていうのセルかな。ワッセルはワッセルタンクか、いはい。そうっすよで多分これオールドペイントではい。もともと多分ナックルって書いてあったんです。書いてあった、はい最初から書いてあったんですか？そうですね。あ、そうなんだ。書いてもらったとかじゃなくて、へえ、はい自慢しちゃってる感じであれなので。いやでも、はいこれにつけないでどれにつけるのって感じですよね。そうもですよね。こういうなんていうんですか、エンジンのタイプが書いてあるタンクって今まで見たことなないいでよね。ですすよね。ちゃんとねなんか消えないで残ってるんでいやすごいっすよはね。めちゃくちゃかっこいいな。面白いですよね。あとフロントフォーク気に入ってるって話がありましたけど、はこれは何のフォークですか？い。これバードっつって。はいはい、はいバードですね。そうですね。最初は
違うのがついてたんでしたっけ？最初は41のフォークついてて、はい、長かったんですよね。でもっと、フロントが立ち上がってる感じで、こういう感じで乗るようなスタイルだったんですけど、これ自体はもう純正の長さなんですか？オリジナルの長さなんですかこれって？だと思うんですね。はい、そうですね。はい、スプリンガーとかあんまり興味ない？スプリンガーもでも興味ありますね。どうですか乗り味実際に？そうですね。でも違和感なく、はい、そうですね。ふわふわするのかなと思って、柔らかいふにゃふにゃしてんのかなと思ったんですけど、全然そこまでではないですね。これあれなんですか？黒に塗られてるのが剥げてきてるっていう感じなんですか？なんかこれはオリジナルかな？はい。オリジナルペイントでその当時のままで、ここにステッカーっていうかデカールというかが残ってるんですよ、ちっちゃく。あ、本当だ。はい、そうなんですよ。そういうデカールがあるんですね。こっちもこのシールの感じがあるんで、やっぱそのままのペイントなのかなっていう。これハンドルとかももうフランダースですよね。そうですね。ステッカーがありますけど、これは古いやつなんですか？これはそこまで古くないのかな。でもこれいいですね。なんかこう、エイプまではいかないけど、ちょっと短めで、いやかっこいいですね。これも最初からついてたんですか？そうですね。横溝さんもこんぐらいでガンガン乗ってた方がいいよっていう風に言ってくれたんで、あとこれですかね。この辺がバスケットのホグホリックの特有のこのバスケットと、これいいですね。バードをつけてもらった時にこれも一緒にやってくれて、これはあれなんですか？ヘッドライトのステーみたいな感じなんですね。このオイルタンクは普通のとは違うんですけど、これは何なんですか？これはポリスタンクをこうやってバスケットに多分したんですけど、こういう横に出てる仕様になってるんですか？ポリスタンクっていうのは。そうですね。これ飛び出てるですね。案外結構邪魔になるのかなと思ったんですけど、確かにそうでもなくて、であとまたがってる時も暑いのかなと思ったんですけど、案外暑くなくて、これももう最初から横溝さんがつけてくれてたんですか？そうですね。もうじゃあ本当にお任せな感じだったんですね。お任せっすね。はい。本当もうこれだけ言って、走ってて全然調子良いですか？めちゃめちゃ調子いいですね。本当ですか？はい。何の問題もなく今のところもう1年ちょいですけど、絶好調ですね。結構遠出とかも知ってますよね。新潟とかそのぐらいは行きましたね。全然問題なく。全然。すごいな。これシートはベイツですか？シートはベイツですね。僕シート持ってて何個か作ってもらうにあたって、僕シート持ってるんですけどって言ったら持ってきてみていいって言われて、で横溝さん選んでくれて、でそれをつけた感じですね。結構じゃあパーツは元から集めてたんですか？シートとかって結構やれてくるから、予備で何個か買っとこうかなっつって持ってたのがあって、これそうですね、ベイツです。なんかこのステッカーでなんか違うらしいですね。そう、なんか年代があったりするっすよね。こういうシートはどこで買ってたんですか？結構ヤフオクとかも見たりとかして、あとは地元の方にパーツいっぱい持ってる人がいるんですけど、その人にいろいろ買わしてもらったりとか。これチェーンドライブももう最初からこの状態だったんですね。そうです。はい。結構バチバチにオイル飛びそうですね。そうですね。結構背中いってたりしますよ。そうですよね。まあこっちからもね結構飛ぶんでしょうけど。確かにチェーンカバーちょっと短いですね。そうですね。これもホグホリックで作ったものですね。作ったんですか？はい。多分もともとこういうのがあったわけじゃないと思うんですよ。これフレームもあれなんですか？サーティーズのやつ。これフレームもフレームは38のフレームだっつってました。はい。リアフェンダーはワッセルでしたっけ？はい。ちょうど同じ感じの色合いのフェンダーがあったみたいで。たまたまなんですね。そうですね。これあれですか？モジャスさんの。これはヴィンテージのやつなんです。そうなんですか？そうなんですよ。すげえ。ちょうどここにボルトが刺さってたんで付け替えてつけてるんですけど。ナンバーとかもね、バラのあれですけど、これは何なんですか？これはアトリエ常永っつって常永さんっていう人がいて、今鶴川の方かなにお店というか工房というかあるんですけど、その人にお願いしていろいろ作ってもらったりとか、こういうバラとか、あとサイドスタンドもそうなんですよ。コブラのキックスタンドとかを作ってる人ですね。見たことあります。鉄人がいるんですよ、鶴川に。ちなみにこれ以外にはなんかバイクの持ってるんですか？1959年のXLH
サバイバーなんかな、オールドペイントで、そうですね。それをあと1台持ってて、それはいつ買ったんですか？それは一番最初にパンショベルのチョッパー買った後に2年後ぐらいに買って、で今まだ乗ってますね。この間ね、まさにサンドレースに出られて。そうなんです。それでまさかの決勝に行くっていう。すごいっすよね。結果は2位ですか？準優勝。準優勝ですね。あれ初めてですか、出たの？千里浜もあるじゃないですか。でそっちもちょこちょこ出させてもらってて、今回関東で初めてだったじゃないですか。でそっちも出たいってなって出させてもらって、あれ出るにあたって中も結構いじったりとかしたんですか？ちょっとバイクで事故して、それでちょっとフロント周りとかが壊れちゃったんですけど、でその修理と一緒にちょっとエンジンの方もいじって、だから速くなってチューニングしてみたいな感じで。事故は聞いても大丈夫ですか？どういう感じだったんですか？全然事故は国道で先輩たち走ってたんですけど、ちょっとトラックに巻き込まれちゃって、車線変更見てないトラック、それでこけちゃって。そうなんです。半袖で転がったんですよ。怪我もして、でもそんな大したことはなかったんですけど、もう治ったんで。それ初の事故ですか？こけたのはまだあります。他にもあるんですか？他にもあります。それこけたっていうのは立ちこけじゃなくてってことですか？いきなり一時停止を飛び出してきた車がいて、それを避けようとしてそのままこけちゃったみたいな感じですね。急ブレーキかけてロックしちゃってバーンっつってこけちゃって、そっちのスポーツスターはフロントフォーク2回変えてます。ちょっとなんかいわくつきな。そうなんですよ。呪われてます。呪われてますよね。でもあれですか、あんまり大きな怪我はなくて？そうですね。もう指骨折、膝縫うぐらいで、もうそんぐらいでだったんでよかったですね。いやー、怖いな。結構焦りますね。焦りましたね。もうバイク心配で。そっちですか？もう自分は大丈夫だなと思ったから、バイクが心配で。ナックルはまだ大丈夫ですか？ナックルで事故ったら多分もう寝込むっすね。立ち直れないですね、多分。間違いないですよね。乗ってみてくださいよ。いいですか？いいですよ、いいですよ、全然いいですよ。ちょっとじゃあ失礼します。うわ、めちゃくちゃいいな。すげえ、超かっけえ。こういう感じなんだ。どうですか？こういうスタイルも欲しいっす。欲しくなっちゃいました。結構案外楽なんですよね。そうっすね。いやー、かっこいい。めちゃくちゃいいっすね。チョッパーって感じですね。いやじゃあいろいろとお話ありがとうございました。とんでもないです。ありがとうございました。またよろしくお願いします。ありがとうございます。